海外の方とお話ししたりできるのがとても興味深かった。そこの空間にいるのが私とても好きだったんです。もう英語、韓国語、私は日本語しか喋れないけど、自分にできると思わなかったんです。とにかくここに来ると安心するし、あるいは何か分かるし、それから助けてもらえるという、そういう発信すると同時にケアする部分っていうか、そういうところも兼ね備えた場所だというふうに今思ってます。先人から受け継いだなせばなるの精神の町米沢市。アメリカ合衆国元大統領 JFK は最も尊敬すべき日本の政治家として米沢を治めたお殿様の名前を挙げました。それから時を経て15カ国276名が米沢に集い、初代会長の高橋元市長が米沢に暮らす市民一人一人が主体となった国際交流を積極的に推進すると宣言してワイラが誕生しました。平成23年には米沢市役所内から門戸町へ移転、平成29年には現在の市民文化センターに移転し、多くの団体個人のワイラ会員に支えられて25年間活動を続けられました。国際交流員は今やワイラの顔となり、初代国際交流員のマーニ・タバコーリから現在の第10代国際交流員タイラー・バートンまで米沢で活躍しています。国際交流イベントは日本と外国との架け橋にもなり、餅つき新年会、お花見、多言語スピーチコンテストなど、人と社会がつながる一人一人の国際交流を米沢市全体に広げる活動を積極的に行っています。そう、誰一人取り残さない幸せな未来を目指して。お名前書いていただいて、胸のところに貼っていただきたいのでお願いします。ワイラには米沢で暮らす外国人のために重要な役割があります。それは市民ボランティア、日本語サポーターを募って日本にはまだ慣れていない外国人とつなぐこと。そもそも日本語サポーターって一体何なんだろうなっていうところから少し触れますと、日本語を学びたい外国出身者に対して日本語の勉強のサポートをするということになっております。アメリカ出身です。今は5年目、米沢に5年目です。アメリカでできることをなんとなくじゃない、全部難しくなりましたから、こういうふうな日本語のサポートなので、今、日本語サポーターとして活躍している4名の米沢市民にきっかけと国際交流について伺ってみました。私は佐藤典子と申します。米沢市生まれ、米沢市育ちで69年間米沢市に住んでいます。ワイラの存在はもうかなり前から分かってたんです。在職中からもうチラシなんか常に見せていただいてたんですが、なかなかきっかけがなくて、きっかけが英語の講座だったんですね。でそれでそこに時間の都合をつけて通わせていただいて、そこの空間にいるのが私とても好きだったんです。で今でも一番楽しみな空間かなと思っています。最初はね、私も
日本語ボランティアって聞いてっていう感じだったんですけども、やはりお誘い受けて実際協力させてもらうといろんな方との交流ができるということと、一番はやっぱり異文化の勉強になると、いうことで、私は本当に今楽しみながらさせてもらってますけども、通訳者の問題って出てきてるんですね。で私も前に手話通訳してたもんですから、非常にそういった現実にぶつかるっていうのがあったもんですから、そういうところをぜひこういうワイラーを中心にというか、拠点に通訳者にもね困らないような場所にしていっていただきたいなと。My name is Nori Suzuki. Nice to meet you. Nice to meet you. 私はね、日本にいらっしゃる外国の方は皆さんお客様だと思っております。よく日本にいらしてくださいました。歓迎しますというウェルカムの精神をいつも思ってやっております。私はミャンマーのご婦人ですね、担当させていただいてます。宗教から行きますと仏教徒でいらっしゃって、とても敬虔な仏教っていうんでしょうか、敬虔なキリスト教と言いますけども、とても信心深い方でいらっしゃいます。で、米沢にも、寺社がいっぱいございますね。で神社に行きまして、鐘をカランカラン、鈴を鳴らすところは手を叩いていい、ドラのところは手を叩いて悪いっていうことを私はお教えしました。そうしましたらば、民事さんがその担当しているご婦人がご主人にそのことをお伝えしたそうです。ご主人が手を叩いたので、ノー、それダメだって私が叱りましたなんていうことをお話ししてくださいました。言葉だけでなくて、お互いの国の歴史、文化、習慣、そして宗教までを語り合って理解し合い、認め合っていくということが国際交流の一番大事なことではないかなと思っているところでございます。英語を使おうが中国語を使おうがフィリピン語を出ようが何ら問題しないで、とにかくここに来て安心できると。私の名前は岩井久夫と申します。ワイラには7年前頃入会させていただきました。始まりは英会話で、参加をしました。いろいろワイラにはイベントがあるわけですが、芋煮会とか、あるいは会員の旅行とか、あるいは山形大学に留学なされている方の料理教室とか、私らの教育ではヨーロッパ中心の教育を受けたんですけど、アジアあるいは南米の方のお話を聞く機会があって、そちらの知識もだんだん増えてきました。このワイラーっていうのは何ていうかな、米沢とか生玉に住んでいらっしゃる外国人の方のベースキャンプみたいな感じで、とにかくここに来ると安心するし、あるいは何か分かるし、それから助けてもらえるという、そういう発信すると同時にケアする部分っていうか、そういうところも兼ね備えた私は場所だというふうに今思ってます。幻千恵子と申します。米沢に来て40年になります。思いがけなく日本語サポーターとしてさせていただいて、自分にできるとは思わなかったんです。でも皆さんのサポートとアドバイスのおかげでなんとか少しずつ勉強しながら生徒さんに教えるということをさせていただいてます。で、最初は本当に申し訳ないくらいだったんですけれども、でもやはり生徒さんが楽しそうに来てくださるということがやっぱり一番の支えになって続けられたと思います。天元台に登って、そしてそこでヨガを企画していただいた時があります。その時天元台の下からずっと登山でロープウェイの上まで登ってたんです。もうすごかったです。苦しかったです。でもそれがとってもいい思い出になって、なんかそれから自信がつきました。
それはすごく楽しかったです。なんかやっぱりいろんなイベントとか楽しいイベントがあれば参加させていただきたいなと思ってます。友達も一緒に。あとは日本語サポートとして日本語サポートをサポートする企画があればありがたいかなと思っています。はい。私自身も勉強になります。それとただの会話、今まで日常生活で使ってきていたのが正しい日本語ではなかったのかなって思うこともやっぱりありますね。ぜひ皆さんのお力をお貸しいただきたいと思います。教会をよろしくお願いいたします。ハモニカを静かにしたからハモニカを静かにしてワイラには子どもたちが参加できるイベントを開催する役割もあります。それは米沢市民の子どもたちがネイティブな英語に触れる機会を作ること。キッズクラブをサポートしてくれる会員1名と国際交流員3名に山形県での国際交流やワイラの印象について伺ってみました。今日のクッキー作りに来ていただいて本当にありがとうございます。私、米沢市国際交流協会国際交流員の海川と申します。よろしくお願いします。私の名前は細谷陽一と言います。78年間米沢で今でも元気に暮らしております。ワイらは楽しいことばかり、悲しいこと、寂しいことなんてありません。外人さんとの交流したいなと思って、英語は全然ダメでしたけど、あの当時市役所の3階にありましたね。あそこで一番最初にワイら交流園に参加しました。とても雰囲気が良くて、もう皆さん方もフレンドリーな立場でお話してくださって、もう英語、韓国語、私は日本語しか喋れないけど、聞く方だけでもう十分満足して帰りました。そしてその後はもうワイらに入り浸りになっちゃって。I am studying English at Waira to prevent dementia. Yeah, thank you. 皆さん一緒に言いましょう。大きいボールに小麦粉ありますね。あとは、はい、私ジェシー・ウィーラーと申します。2019年の8月に来て、すごくその夏が暑くて、なんかここ本当になんか暑くて蒸し暑いということをなんか感じて、こっちちょっと辛いかなって最初思いました。でも山もたくさんあって、山に囲まれてて、それすごく綺麗だなって思いました。私日本語を勉強してるんですけれども、なんかそれすごく大事かなと思って、日本人と交流できるんで、だから日本人であればちょっと英語の勉強頑張ってねみたいな感じですね。すごく大事かなと思います。基本米沢市役所で働いてて、たまにワイらからちょっと依頼が来て、多分1ヶ月1回ぐらいかな、来るんですけど、でもいつも来る時すごく嬉しくて、子どもたちと遊ぶ機会とか、そういう普通の市民と交流する機会とかあんまりそんなになくて、だからワイらのなんていうか仕事できるっていうことにすごく嬉しく思います。ディーン・セイラです。田舎で不便だと聞いてたんですけど、来た時は本当に心の優しい人たちしかいなくて、すごく安心しました。そうですね、今日実は初めて参加したんですけど、こんなまだ長井市ではちっちゃい子どもが国際交流員とか外国人の人と交流できるようなイベントがまだ開催できてないので、すごいなと思いました。今年から長井市内の児童センター5カ所を回り始めたんですけど、小学校の各箇所に
ALT がいるんですけど、児童センターや幼稚園、ちっちゃい子どもがいるとこに国際交流員など ALT が行かないので、これからもそのちっちゃい子どもたちを対象に国際交流のイベントをやっていきたいと思ってます。多分皆さんが思っている以上に周りに外国人がたくさんいると思います。そういう人たちはアジア系かもしれないんですけど、日本人じゃない方々がたくさんいますので、ぜひ交流してほしいですよね。皆さんとお会いができて、国際交流ができることで楽しいなと思ってるんですね。私の名前はナクロヒナカリーナです。長井市の、教育委員会の ALT の皆さんにいろんなサポートとしてスケジュール作ったりとかイベント関係の仕事をしています。山形の自然はとっても綺麗で、本当にその東京の日本と全然違くて、普段日本に来る人たちは東京に来たらそういう日本ももちろん見えるんですけども、ツーリストとしてじゃなくて本当の日本も山形県に来たら見れるかなと思ってました。子どもたちも可愛いし、頑張ってましたので、はい、子どもたちは大人よりはなんか英語できないっていうよりも自然としてなんか、やってることに触れて、で英語も聞きながらいろいろできるので、とても楽しかったです。そうですね、ワイラーは大事な仕事をしていると思います。初めて新しい国に来て言語がわからないうちにいろんなことは大変になると思いますので、その時に誰かが通訳してくれる人とか、一緒にお店に行ってくれる人とか、いろんなことを教えてくれる人がいると、新しく来た人たちにとてもいろいろその新しい生活のことをちょっとなんか安心できるといいなと思ってました。日本の子どもたちに英語を教えたりとかはそういうのは大事だと思いますので、大人だけじゃなくてできるだけ早めに子どもたちに、日本の子どもたちにいろんなその外国の文化とか、もちろん英語もそこに含めて、そんなことを教えたいと思います。Speaking English is a door to the world, I think. So if you can learn many languages, you can go to many places. Of course, don't forget Japanese because it's very important for you. But if you want to know more people, I think there is nothing better than learning more languages. What's the best part? The best part was ukulele and cooking. なんか何があるか分からなくて面白かったです。いつもお父さんとゲームするより楽しかった。最後にもう1名、ワイラと国際交流について聞いてみました。これも米沢の宝ですよね。これ柿、屋敷森があるからね、柿とかね、これ炭になってるんですか？そう、炭を作ったんです。カーボンニュートラルですよね。SDGs ですよね。SDGs。本当ね。南天の葉っぱは取っとくんですよ。そうすると使えるのでいいですね。あとこれは古い家の壁板ですよね。地元の方が蔵にあったお皿1枚が、これが国際交流のきっかけになったりするので、ね、1枚でもいいからお土産に持っていきたいってね。なるほど。これはもう染付のものだから、すごい先ほどのお皿よりもすごい価値があるものですよね。要するに一枚一枚手書きになってるっていうか、すごいですよね。すごいですね。宝がいっぱいありますね、米沢。国際交流協会会長黒田美香です。米沢市国際交流協会は開所当時は米沢に暮らす外国人の生活支援、また国際交流のイベント、それを主にやってきました。しかし今ではもうお互いのいろいろなことをこの場に持ち寄り、文化やいろいろな価値観の交換をする場所になっています。
小さなお子さんから70代80代のおじいちゃんおばあちゃんまで、国際交流というのは特別なことではなくて、その場にある時間を一緒に共有して言葉を交わし合い、気持ちを交換する、そんな場所になっています。 SDGs というのは今の課題を解決するというよりも、大きなこんな素敵な未来を見て、そこにみんなで進んでいくことなんだと思います。そして決して持続可能というのは新しいことを全て作っていくということではなくて、今すでにここにあるものをもう一度再発掘、再評価、再導入する。ある時はイチジクを甘露煮でいただきました。でそこに国際交流協会の会員であった外国人の方がたまたまいて、そのイチジクをマリネにして一緒に食べたんですね。そうすると同じイチジクでも甘露煮もいいし、マリネにして食べてもいい。国際交流って言葉が通じなくても笑顔があればニコッと笑って、そしてここにある素敵なもの、美味しいものをこんなやり方があったのかというやり方で幸せに生きることをつないでいく、そんな小さいけれど大きな未来につながるきっかけだと思います。そしてそうやって外国人の方々と関わってくださった皆さんのおかげで、私のところにここで暮らしたい、日本人になりたい、そんな方も現れるようになっています。そんな場所に作り上げてこられたのは、これまで関わってきてくださった多くの皆さん、スタッフの皆さん、そして日本語を教えてくださった先生方、今はもうここにはいないかもしれないけれど、世界のどこかで心を寄せてくれる皆さん、そんな方々のおかげです。米沢市国際交流協会の舞台の主役は、ここに暮らす一人一人の皆さんです。今までありがとうございました。そしてこれからもワイラどうぞよろしくお願いします。うん。